レギュラーのドジョンです。今回はね、世界大会目前ということになってるんですけど、皆様お気づきでしょうかという形で画面をね、見せてるんですけど、3番目に映ってるガクさんね、ナビガクって方に今日はこの後来ていただいて、世界大会直前のいろいろなね、話をしていこうかなと思っております。しっかり7分の7前回というところも取りつつ、今までのね、世界大会とね、ちょっと変わってくるところとかもいくつかあるので、知らなかったこともね、出てくるかもしれません。今回ね、いろいろ概要欄に詰め込むんで、だから出てきた話とかもろもろ入れとくんで、ちょっと気になった方はね、載ってるかもしれないので、ぜひチェックしてみてください。というわけで、ガク君が来るところまで飛ばしていきましょう。というわけで、ガクさんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、まあ、知らない人はね、いないとは思うんですけど、一応ね、多分、万が一にでもね、ガクさんのこと知らない人もいるかもしれないしということで、軽く自己紹介とかをいただいてもいいですか？はい、ナビっていうチームでリーダーやらさせてもらってます。ガクと申します。はい。競技歴はもう何年だ ?6 年とかでしたっけ今年で。そうね、5年 ?4 年ね、6年。いや、4年連続出てたんだよね、俺の時。だから6だで、ね、なんで多分。6っすね。6だね。で、今年ね、はい。で、今年6年目の世界大会出ます、今回。ようん。ろしくお願いします。6年連続ですか？そうですね。6年連続で出てるクランなんてもうね、人で考えても全然いない。いる？どうなの？ほぼい僕とクないよね。ラウスくらいじゃないですかね。多分わかんないですけど。そうだよね。トライブとかも出てない年とかもあるもんねっていうことで、そんなはい。超強豪クランのが日本クランにあるんですけど、そこのリーダーをやってるガクさんに来ていただきましたということで、世界大会がもう実は近づいております、皆さん。日程が11月の1日から3日までの3日間にかけて、日本時間ではね、16時から、開始になるんですけど、ガクさんはフィンランドに行って世界大会をはい。やると。で、はい。1個前の動画に上がってるかなと思うんですけど、それをパブリックビューイングでね、東京で集まってみようっていう企画もやっておりますので、ぜひそちらも見ていただきという形なんですけど、まあちょっと世界大会がね、システムが変更になるってことを知らない人も結構多いんじゃないかなというところで、ちょっとガックさんからシステムの変はい。更についてちょっと軽く説明いただいてもいいでしょうか？はい。なんか今多分、板さんがいい感じに画像を出してくださってると思うんですけど。はいはいはい。まず、見せましょう。世界大会に出るのが、ゴールデンチケットをグローバルサーバーで取った5チームと、あとは中国リージョンの方でやってた中国の1チームの計6チームになってて、うん。で、その一旦6チームを、3-3の2グループに分けて、で、その1個目のグループが、そのナビと、シンクロニックと、あともう一個中国の、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、チームがあって、M なんちゃらなんちゃらなんですけど。はいはいはい。で、もう一つのグループが、MMG とトライブと、STMN ってなってて、まずそこのグループで総当たりを3試合やって、その上位2チームがその Day3 のプレイオフに行けるっていう形で、で、Day1 が僕たちがいる A グループをやって、で、Day2 で僕ら以外の3チームがやるって感じです。はい。MTFY っていう中国のクランとシンクロニックとナビの3クランということで、今までこれ8クランだったんだよね。そうですね。うん、8クランで4-4に分かれてグループ戦とかを今までの年はやってたんだけど、まあ、ダブルイルミネーションとかやってたんだけど、まあ、3チーム集まったグループ戦に変わったと。まあ、そもそも世界大会に出れるのが6クランに減っているっていうところが今までのと違いですかね。そうですね。うん、なので世界大会に出ることの価値がいつも以上に高くなっている6クランという形でして、まあ、グループ分けに関してはどうですか？中国のクランと、まあ、シンクロニックと。そう、なんか僕らシンクロニックにめちゃめちゃ相性悪くて、強いよね。去年、なんていうの、世界ランク的にはシンクロニックってそんなめちゃめちゃうん、強いって位置そうね。づけではないと思うんですけど、だけど僕らに対してはもうめちゃめちゃ強くて、多分公式戦
去年から買ってないレベルですね。うんで、中国の方は正直もうほぼ情報がなくて、やっぱり出ましたサーバーが違うんで。もうだから去年みたいにまたなんか、はい隠し持ってるのが怖いかなっていうのはありますね。ちなみに去年の世界大会は4位でしたっけ？ 4位ですね。 4 位ですよね。で負けたクランがそうですね、中国のそのレポテ中国とそのうんレポテットがほぼメンバーがいるシンクロニックです。なんということでしょうということで去年負けたねちょっと経歴というかねレポティットゲーミングに負けてそこがシンクロニックっていう風に名前が変わってると。そうですね。でもなんか全体的な本当に強さのあれで見たら多分割と簡単なブロックに入れられたとは思われてるはずやと思います。やっぱトライブとかトライブとか SDMN の方が評価高いので、世間的にはまあ逆ブロックは確かに豪華なメンツってイメージだね。なんか本当に常連のみたいなうん感じです。名前が売れてる方は B ブロックって感じはするけどですね。うん、はいまあ、今のところなんか話せる範囲でまあ、はいまあさっきちょっと苦手意識はあるって話だったけどはい。中国のクランとかってま本当にやっぱ情報ない感じ。なんかその何年か前にうん一緒だったじゃないですか、サーバーが。あはいはいはいその多分、ニューアイアメージングみたいなの覚えてます？ NY アメージンああったね。グのとかの選手が少しいたりとかで、なんうかーん多少は情報あるみたいな感じです。なるほどなるほど。なんかクイヒーとかライドラとかが多い。中国内でも割となんかその下克上の勝ちだったらしくて、うーん本命はなんかブームアカデミーとか、はいはいはい。それこそ去年出てたとことかうんがなんか最有力やったらしいんですけど、が配置で勝ったみたいなのを言ってました。まあ中国といえば今もねナビの配置ビルダーの方が中国人だったり、そうですね。そういったところでもちょっとワンチャン情報も得られるかもしれないけど、はい。まあ、ちょっと世界大会のシステムが変わりましたよって話とちょっとグループ分けの話をしてもらった形になりますが、ちょっと、世界大会出場決まったのは7月の予選だったよね確か。はい。それから結構まあいろいろアップデートも入ってね、いろんなユニットとかも出て環境もだいぶ変わったかなって感じなんですけど、あの時はやっぱ時間勝負でノーマルモードっていう状況での対戦だったんで、だいぶねクラクラのシステム的にも変わるかなって感じなんです。どうですか変わった後は。そうですね。実際なんかその直近のアップデートが終わってから公式戦が2個くらいあったんですけど、はいはいはい。もう一旦前みたいな時間勝負ではないかなっていうのは体感あって、まあ多分世界大会を通して、まあパーフェクトの試合が1、2試合あるかなないかなくらいだと思ってます。おー、じゃあだいぶなんか実力っていうか技術力が問われるような対戦になりそうみたいな体感。こう体感タウンホール14の環境の少し簡単バージョンみたいな感じだと思ってます。じゃあ結構まあ配置も時間をかけるみたいな感じで、なんか相手に時間をかけさせる前回を取られるとかよりはシンプルに防衛に振った感じになるのかな。ですね、多分普通に1、2、3番手くらいはもう前回を確実に取りに行って、時間かかってもいいから。そうですね。で、4、5番手が調整できたらなくらいやと思ってます。じゃあちょっと今までのなんかねルートライダーラッシュドバーみたいな感じとはちょっと変わりそう。そうですね、もうほぼなんかそんな単純な攻めばっかではないと思ってます。やっぱそれはハードモードが難しくなったことかスーパーチャージとかが出てシンプルに難易度が上がったって感じですね。ですね、ハードモードでだいぶ変わりました。1回目のハードモード、まあ初期実装当時のハードモードと今のハードモードってどの辺がどう違うとかってあったりする？なんかプロ目線で。やっぱ装備のレベルが下がったので、そこでなんか確定数とかいろいろ変わるじゃないですか。それがでかいかなって思います。なんか変わったことによって
強くなった戦術とか、使用率が上がりそうな戦術とか、どうでしょう？今のシンプルなメタな感じだと、基うん。本的にファイヤーボールを中心のメタになってて、うん。なのでファイヤーボールがもう打てない配置って必然的になんか広い配置とかになってきてて、うん、なるほど。逆にファイヤーボールとミスったらもうその時点でコケなんで、なん間違いない。か本当にそのどっちの配置を採用するかみたいな多分各チーム悩んでると思います。はい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 。実際密集させた方が強いんですけど、その他の戦術からは。だけどファイヤーボールに弱くなるみたいな感じで。だけどやっぱ世界大会って緊張するじゃないですか。そうね。めちゃくちゃに緊そ張するね。れのミスを誘うのもありなのかなみたいな、いろんななんかはいはいはい。駆け引きがあるみたいな感じだと思います。一発勝負で本当にそんな怖い戦術できんのっていう挑そうですね。戦状みたいにね。わかる。っていう感じですかね。あとはなんかもう、いろんな今多分一番、そのなんていろんな戦術が強い環境なんで、本当に食い火とか、うんうんその陸のスマッシュとか、うん。うん。もうなんかラバルとか、多分いろんな編成が見れると思います。それはシンプルにいいことだよね。ですね。うん。間違いないです。だって、タウンホール16になって食い火を対戦でやってる人ほとんどいなかったじゃん。世界大会で食いだから、火ありましたって話。そうですね。そう予選よりは見るのは絶対面白いのは確実だと思います。いいね。それ最高だね。てか、環境的なじゃあ、今になってようやく一番面白いじゃないけど、そんなレベルそうでで。すね。ですね。うーん。いろんな攻めが多いと思います。うん。結構なんかもう、すでにいろいろ話してもらっちゃったんだけど、あ、はい。改めて世界大会の見どころとかってあったりしますか？ここ見てほしいとか、こういうことが多そうとか、なんでもいいんだけど、技そうですね。術力とかの、やっうん。ぱりオフラインなんで、うん。なんかオフラインならではの緊張感みたいなのもあると思うので、うん。この選手のリアクションであったりとかを、うん。はい、楽しん確かに。でいただければなと。顔がね、選手の反応とかがね、直に見れるからね。はい。でもなんか、ナビの人ね、メンバーは、もうさすがに、もう慣れたでしょ。さすがにもう慣れたよね。やったくああ、らいは多確かに。分大丈夫まあまあ、確かにだと思います。確かに確かに確かに。やったのがちょっと、まあ、2年目ではあるけど、チームが変わってっていうところとか、プレッシャーとかもあるか。はい。まだめちゃめちゃ緊張するとは言ってたんで。おお。あ、ちなみにどうですか？なんか、馴染んでるとか、やったくんは。はい。もうやっぱ日本人5人はやっぱりやりやすいなっていうの間を思います。違いないね。うん。はい。連携も取りやすいし。あ、やったくんはい。自身も結構ね、明るいからね。そうですね。一番のなんか、敵になりそうなクランだったり、なんかね、インタビューでも、トライブとは挙げてたけど、この辺はまだ変わってないですか？そう、でもなんか一旦グループ予選でなんか去年のリベンジをうん。したい、2チーム行間違いない。きたいっていうのはもちろんですけど、そうですね。やっぱりトライブが勝ち上がってくると思ってるんで、うん。彼らすごい大舞台に慣れてるじゃないですか。経そうね。験値的にも。うん。でやっぱ一番安定してくると思いますし、うん。あとなんか世界大会のジンクスで、なんか最後にゴルチケ取ったチームが毎年優勝するみたいな。出ました。それあるよね。仕上がってるんだよね、それが、シンプルに。そうですね。うん。やっぱ取った瞬間怠けちゃうのはあるんで。うん。やっぱ一番仕上がったまんまで来れるから。なのでやっぱトライブは優勝候補なんじゃないかなって思ってます。うんうんうん。まあじゃあ逆ブロックなんで、3日目に会えはい。るといいねって感じですかね。ですね。でなんか、意気込みだったり、見てくれてる方だったり、はい。応援してくださってる方のファンとかにね、一言、両方合わせておいはい。ていただいていいですか？はい。まずいつもありがとうございます。ツイッターのなんかハッシュタグのあれとか全部うん。見てすごい勇気づけられてます。今年はもう本当に全勝で行く気持ちでやるので応援よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。あのね、
僕とケイスケさんのね、チャンネルでライブ配信はすると思うんですけど、結構ガクさんね、終わった後の自分の配信とかもね、コメントとかもチェックしてるんで、はい。ね、僕も結構見てたんですけど、選手の時は。ああいう、やっぱちょっと嬉しいよね前回撮ったら見ち。ゃいますよね。見ちゃうよね。なんか、頑張れでも嬉しいし、前回撮った時にうまいとかね、ナイスなんとかならもうそねの日に見ちゃいますよね。ね、その日に見るよホテルね。に見るよな。すぐ見るよな。みんな見てると思います。これみんな見てます、ちなみに。はいみんな見てる。見てない人いないんで、本当にね、嬉しいから、応援コメントね、もう何でもいいんで、遊びに来てコメントとかいろいろ書いて応援していただけると、みんながハッピーです。はい。というわけで、ありがとうございます、ガクさん。そういえばね、ありがとうございます。はい。うちのメンバーシップ入ってくださってる方に、もう、はい。ガクさんの YouTube 見て、すごい今、レジェンドやってますって方が一人いて、嬉しいです。ガクさん、YouTube やられてるんですね。あ、いいですか？こんないや、やられてるんですね。はいはいはい。あーそう、なんか、いや、なるほど、なるほど。なんか基本的にレジェンドの攻めの動画上げてます。ちょっと最近、世界大会忙しくてあれなんですけど、はいはいはい。また17とか来て、面白い環境になったら上げたいと思ってるんで、うんぜ。ひお願いします。ガクさんはなんかレジェンドリーグのアタックを中心に上げられてて、はい。ガクのファイヤーボールを見て真似して始めた方がすごいえーうまいんですよ。うまいの。嬉しいです。そう、ガクさん見てやってますって、すごいいつもクランチャットに来て。質伝えよう問あったらいと思ってたの。つでも DM ください。おこれ見て多分送るぞ。全然ウェルカムです。はい。というわけで、そんな活動もね、されてるので、ぜひ知らなかった方は見てみてください。というわけでね、ひアタックもずっとガクさんのファイヤーボールのアタックが流れ続けてたんで、そんな感じでありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ改めまして、世界大会が11月の1日から3日まで全部日本時間で16時、4時ですね、午後4時から。で、東京の方でパブリックビューイングも開催する予定なので、ちょっとね、前の動画の概要欄のところに詳しく貼ってあるんで、興味ある方はそちらも見ていただいてという形です。今日はガクさんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということでね、絶妙に時間も余ったのでね、ラストリプレイなんですけど、こちらだけね、軽く解説というか喋りつつ終わりますか。これがラストアタックになってます。グランリーグのアタックですね。まあ、ガクからいろいろ聞けたんですけど、今年の世界大会はシステムも変わってね、今回からハードモードというね、ノーマルモードじゃないモードが入って、しかもそっちにね、アップデートが入ってというところで、まあなかなか、毎年とね、普段やってるような感じとは少し調整が入ったような大会ですよね。で、今回は、まあちょっとお出ひの方が延命失敗かつファイヤーボールも失敗してるっていう、途中で言ってたちょっとファイヤーボールをミスると終わりますよねみたいなアタックになりかけてるんですけど、で今回ちょっとね終わった後にも軽く話したんだけど、特徴的なのが今ロイヤルチャンピオンにロケットスピアをつけるのが流行っているプラス、これフェニックスサイン用なんですよね。今までだと姿を消せるねスピリットフォックスっていうものがつくのがまあ大定番だったんですけど、まあ、単独使いでこうやってねロケットスピア型でやっていくときはフェニックスつけた方が強いし流行ってるよと。まあ、キングにフェニックスつける場合とかもありますけど、その場合はまあ、その場合はその場合って感じで。フェニックスをつけないと、スピリットフォックス単体だとね、突っ走ってどっか走っていってしまうっていうところがね、やっぱあれみたいですね。はい、というわけでね、今回はね、世界大会直前ということで、額を読んでいろいろ話を聞かせていただきましたということで、まあ改めまして11月の1日から3日間ね、世界大会が始まります。まあ対戦の形式も変わったりとか、環境もかなり変わったりとかで、まあ今までのちょっとね、見てたような世界大会とは少し変わるのかなっていうところなんですけども、終わった後もね、いろいろちょっと話をしまして、まあ、動画には載せれないような隠してる戦術だとか、まあそういった話とかもね、いろいろ聞いてまして、まあ実際のね、世界大会の解説の時とかにね、そういった話もできればなと思います。
ようやくだよね、タウンホール16になって時間勝負の、ちょっとつまらないよって言われ続けた環境とは違った環境でいきなり世界大会戦うことになるのかなっていうところで、いわゆる実力勝負みたいな感じになった場合は、相当ナビはね、強いんでね、世界大会優勝が全然見込めるかなって感じなので、ぜひ皆さんで優勝の瞬間を見届けましょうということでね。ナビが出場する可能性があるのは、初日と3日目のみになってますね。途中で表も見せたんですが、そんな感じになっております。2日目もね、日本クランは出ないんですけど、ヨーロッパのね、超強いクランが集まっておりますので、そちらもすごい楽しみな、世界大会って感じの対戦が見れるんじゃないかなと思います。というわけで今日はこんな感じで終わりましょう。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。さよなら。